この動画ではタイムラインについてご紹介いたします。タイムラインは各授業に1つずつ用意されています。教員はタイムライン上に授業の指示を書き込んだり、教材以外でも学生に見せたいファイルをアップロードしたり、オンラインの URL を載せることができます。また、アンケート、テスト、レポート課題、チャットルームなどを簡易的に作成することも可能です。さらに、既存の教材をタイムライン上に表示することもでき、授業中に学生が迷わずに教材にアクセスできます。タイムラインに載せるおすすめの内容はこちらになります。これからタイムラインの操作を行っていきます。タイムラインで学生へお知らせを出します。ペンのマークをクリックします。書き込みタブからテキスト欄に入力します。必要な場合、ファイルのアップロードが可能です。作成ができたら送信をクリックします。タイムラインの一番上に最新の内容が表示されます。学生の画面でも教員画面と同じくタイムラインが更新されます。今度はタイムラインで教材を作成します。教材の作成タブからタイムライン上に載せることができる教材の一覧が表示されます。作成したい教材の種類を選択します。今回はクリッカーとしての簡単なアンケートを作成します。簡易アンケートを作成するには、簡易アンケートを作成をクリックします。タイトルはそのままでも作成できますが、必要に応じてタイトルを変更します。質問内容や質問スタイルを決め、選択指数を設定し、新規作成をクリックします。これで教材が完成します。タイムライン上と教材一覧の両方に同じ教材が表示されます。教員も作成したアンケートを実施できます。学生がタイムラインで作成したアンケートを実施すると、タイムラインの集計結果から結果を確認できます。集計結果は教材一覧にある教材名の3点から公開状況と進み、アンケート集計でも同じ画面を確認できます。作成済みの教材をタイムラインに公開することで、学生が今取り組むべき教材にすぐにアクセスし、実行できるようになります。まず、タイムラインの教材の作成から既存の教材を公開をクリックします。作成済みの教材が一覧で表示されますので、タイムラインに公開したい教材にチェックを入れてください。その後、教材の公開をクリックすると、選択した教材をタイムラインの一番上に配置できます。学生画面のタイムラインにも公開した教材が表示されます。タイムラインを利用することで、スムーズな授業進行が可能になります。タイムラインはシンプルな操作で学生への指示や教材作成が行えます。作成する教材は簡易的で即効性があります。ウェブクラスに慣れていない教員には、こちらの教材作成がおすすめです。ぜひご活用ください。以上で、機能のご紹介を終了します。ご視聴ありがとうございました。